地球環境科学研究員の富田博之と申します。大気と海洋の間の関係というのを調べています。大気と海洋の間、これが接していまして、エネルギーとか、物質、具体的には水とか、そういうもののやり取りや、交換があります。で、海面フラックスは、それを定量化したもので、いわば大気と海洋の間のコミュニケーション言語みたいな。地球温暖化で、生じた熱っていうのが、主には海洋に入ってくるというふうに考えられているんですけども、海全体が一度に温まるわけじゃなくて、表面のところ、近くだけ、温まったりとかすることが起こります。で、そうすると、海からの蒸発が、より起こりやすいという状況が、生じ得ると思います。例えば、蒸発が、大きくなるとすると、今度は大気の方の水蒸気が、増えるということに、つながっていって、大気の方の水蒸気が増えると、今度はそれが雨に影響したりとか、そういうことが起こり得ると思います。はい、私は主に衛星の観測を使って、主にグローバルな視点で、この大気と海洋のフラックスとか相互作用を研究しています。JOFLOW は複数の人工衛星のデータを使って海面の熱フラックスを推定する、そのプロジェクト。目標は世界一の海面のフラックスのデータを作るということです。今、第3世代のデータっていうのを開発していますけれども、それになると全球の海面熱フラックスの推定ができるようになっています。それから解像度も高解像度で推定することができるようになっています。で、全球で把握すること、熱帯気で熱が入ってて、中緯度とか高緯度で熱が放出されているというふうに、そういう大雑把な分布はわかります。自分だけではわからなかった、データの中に入れられている、情報っていうのを引き出すことができて、いろんな発見にさらにつながっていくということを、期待してデータを公開しています。台風ですね。台風は実は海洋と強く相互作用する、現象でもあります。台風が発生した時の大気と海洋の海面フラックスを正しく推定して、台風の発達にどのくらい海洋が影響しているのかということを観測的に知ろうとしています。はい、大学生の時に、研究室に配属をされて、そこで初めて人工衛星の画像を見て、単純に綺麗だなとかかっこいいなっていうふうに感じたのが一つのきっかけです。僕料理が好きなので、時間がある時は本当に料理をするということをしています。非常に全然頭の使い方が違うので気分転換になります。自然を理解しようとするときに、要は全球でグローバルに見るという視点と、より細かく見るという視点、これを両方両立して自然を理解していくっていうスタンスが大事かなというふうに思っています。今の時代なんか検索すると、知りたいことが何でも出てくるという時代なんですけども、当然検索して出てこない答えというのが必ずあります。で、もしかしたら今自分が研究して見ているデータっていうのは世界中誰も知らない、自分しか知らないことなんじゃないかという時にすごくドキドキして、もちろんそうじゃない場合もあるんですけどもそういう時にすごく楽しみというか、を感じますね。将来的にはやっぱり、人類と、自然の共生というところに貢献できるような科学的な知見というのを得ることができたらいいなというふうに思っています。大気と海洋に限らず、地球のことももっと知ってほしいなというふうに思っています。で、やっぱりみんなが住んでる地球ですので、これからどうなっていくのかとか、そういう問題に直結していきますので、若い方にはぜひ地球のことをよく知ってほしいなというふうに思います。